社員の動きが止まっちゃうってなったらやっぱダメですよね。普通に就職したら多分世間一般でいい会社には入れないわけですよ。社長辞めた方がいいですよ。こんにちは。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、育成術など役に立つ内容をお話しています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。本日もお願いします。今日がですね、会社の成長ってトップの判断や行動に大きく左右されるじゃないですか。表向きは優秀そうに見えるけど、実際には隠れポンコツな社長がいるっていう話もちらほら聞くんですよ。面白い表現しますね。隠れポンコツ社長。で、こういう社長の特徴みたいなのを知る方法、ぜひちょっと教えていただきたいなと。ポンコツ社長が別にいてもいいと思うんですけど、面白いから。一つはやっぱり会社が潰れちゃまずいじゃないですか。これは社長にとっても社員にとっても、プラスではないですよね。潰れるリスクがあるみたいな社長、もしくはこの会社成長しねえだろみたいな社長にとっても別に嬉しいことじゃないですよね。潰れるか成長しないって嫌だし、社員にとってもどうせ入るんだったら潰れない方がいいし、伸びる会社の方がいいよねと、そういう感じかな。その視点でちょっと要因みたいなのを事前にちょっと僕いろいろ考えてきたんですよ。ご紹介させていただいてもいいですか？これ多分モン社長も常々おっしゃってることだと思うんですけども、例えば意思決定が遅すぎる社長。そうですね。遅すぎるのはまずいですよね。なんなら割とね、社長とか管理職って決めることが仕事だったりしますからね。決めることが仕事なのにその仕事が遅すぎるってやばいですよね。熟慮するっていうのはいいことによってはありますけど、遅すぎるは良くないですよね。これモン社長的なちょっと見解でお伺いしたいんですけど、意思決定が遅すぎるって具体的にどれぐらい？意思決定の内容によりますよね。内容によるか。一番意思決定が遅すぎて何が起こるかっていうと、要は社長が決めないと社員の動きが止まっちゃうってなったらやっぱダメですよね。だって止まっちゃうじゃないですか。そうですね。要はコストがかかってるわけじゃないですか。コストなんですよね、時間も。なるほど。コストをかけて時間をかけて決めるべきことは、一定の期間決めてそこまでに決めればいいけど、例えばじゃあ仮にですよ、100万円の何かサービスを導入するかしないかみたいな、この意思決定に絶対ありえないですけど、1ヶ月かかってる。で社長の月給計算したら100万円だ。意味ないじゃんみたいな。それだけ考えてたら意味ないじゃないですか。コストとの変換ですよね。なるほど。例えば仮に、1年後に10億円の話だってなったら、100万円かけてでも決定を、正確な決定してほしいじゃないですか。間違いないですね。みたいな話ですよね。コストとのバランスですよ。時間もコストだとして。ありがとうございます。他にもですね、現場の声を聞かない社長。聞かないっていうのがどの定義なのか分かんないですけどね、お客様のね、ユーザーの声とか大事ですし、例えばうちで言うならば現場、目の前でお客様と対峙していただいている現場に対しての声を一切聞かないとかっていうのはダメですよね。これちょっとね、僕すごいそうだなって思うんですけど、組織の変化を恐れる、変革とか大きな挑戦みたいなのをしない。もしかしたらあれですかね、ずっとやってきた幹部がいるけど、あまりにも成果出してないし、あまりにも適材適所的に考えても適所じゃないし、この人変えなきゃいけないのに、いや、この人ずっと頑張ってきたからなとかっつって、この人変えるとまた、あの人が嫌な顔するだろうなとか、そういう感じですね。そうですね。社長辞めた方がいいですよね。社長辞めた方がいい。会社の成長は諦めた方がいいですね。ありがとうございます。あと、これも隠れポンコツ要素があるんじゃないかなとは思ったんですけど、数字だけを追いかける。なんでですか？ダメですかこれ？数字だけを追いかける社長。逆に数字以外何がありますか？短期的な利益や売上ばかりを重視して、長期的なビジョンや社員の働きやすさを無視する傾向がある社長っていうことですかね。それをポンコツと呼ぶのであれば、ポンコツ死ぬほどいますけどね。短期的な利益とか数字を追いかけてっていうのは、その会社が何を目指してるかによりますよね。
数字だけっていうと語弊がありますけど、だから短期的な利益とか売上だけを追いかけてっていうのは、はい、これも見方によってはそう見られちゃうんで、僕だって、場合によっては、いや社長最近なんか売上とか利益しかないんだよねとかって言われることありますし、なるほど。でも別にそういう意図でない時もありますし、それはだから見えてる人の視線なだけなんで、これは誰も判断できないですよね。結果振り返ったらこうだったよねみたいな話なら分かりますけど、それを外から見て第三者的に、社員でもいいですけど見て、はい、この人社長は隠れポンコツだ、なぜなら数字だけ追いかけてる、売上と利益だけ追いかけてるからだって言われても、それが短期的な売上と利益だけ追いかけてる本当の趣旨なのか、判断つかないですよね。自分の主観ですよね。結構そうですね。言い方変えたら、だって営利企業なんだから、売上とか利益を追いかけるの当たり前じゃんっつったら別にポンコツでもなんでもないわけですよ。そんなこと言ったら上場会社の社長みんなポンコツになっちゃいますよみたいな。確かに。だから別にこれは悪いことじゃないし、ポンコツでもなんでもないですよね。ポンコツっていう表現はちょっと違いますよね。最後はですね、これもちょっと一概に言えないかもしれないですけど、自分を正当化しすぎると、どんな状況でも自分の判断を正しいと信じて他者の意見や指摘を受け入れないタイプの方ですね。これも社員目線ですよね。そうですね。でも成功してる人そういう人ですよ。信念持って自分がこれ正しいと思って人から何かを批判されようとも、自分が正しいと思って信じて突き進んだ人の方が成功してますからね。たまにそれがね、頑固すぎてね、社員からしたら社長頭狂ってるよって言うけど、そう狂ってないと成功しないんですよ。僕も一般的にね、言われたら変わってると思いますし、別にポンコツでもなんでもないですよね。逆に5番がなかったら、ない方がポンコツですよね。自分の信念がないみたいな話。正当化っていうその解釈をどうするかですけど、今聞いた話の解釈だったら、それない方がポンコツですよね。自分の信念とかこうするべきだみたいな信念ポリシーがなかったらそっちもポンコツですよ。なるほど。ありがとうございます。ちょっとまた話戻りますけど、当初言ったその潰れちゃうんじゃないかとか伸びないんじゃないかっていう感じだと、一つは潰れるなっていう感じがするのは数字に弱すぎる。結構社長ってやっぱり特に中小企業でベンチャーだとプレイヤーとして優秀だから独立したっていう人が多いですよね。でプレイヤーとして優秀って何がじゃあプレイヤーとして優秀なんだっていうと営業とか、技術とかあったりするわけですよね。で結構やっぱりその経理系とかファイナンス系ってやっぱ弱いパターンが多くて管理系ですよね。ディフェンスが弱いんですよ。なるほど。攻め強いけど守り弱いみたいな。で今度でも守り弱すぎるとそれはやっぱり危険で。中小企業、もっと言うと零細企業とかで多いのは、完璧に会社の決算、要は PL とか BS、税理士任せみたいな。経理のアルバイトの女性がいるみたいな。経理の配置が微妙とか。数字に弱すぎる人はちょっと危ないですよね。なるほど。数字に弱すぎるとか、だらしなさすぎる。これはちょっと危険ですよね。確かに。それを補完するパートナーがいるんだったらいいんですけど、社長もある程度数字は理解してないと、いきなり潰れますみたいな可能性もありますよね。なるほど、なるほど。ありがとうございます。変化するのを恐れたら、みんな恐れはあると思うんですけど、変化しなくなったら、だからそもそも起業してる時点で変化をしてるわけだから、変化進化させてるわけだから、結局企業って変化進化し続けないと、続かないし伸びないわけですよね。でもやっぱりその何らかしらの理由で変化しなくなったりしたら進化しないんで、会社衰退しますよね。だから自分の会社やってもやっぱ思うんですよね。意図的ではないけれども変化できなかった時にやっぱ伸びない。変化進化をしなくなったらもう伸びないですね。変化をしなくなった兆候が現れてるところはもう伸びないでしょうね。ありがとうございます。昔働いた会社の社長に、中3の時かな、15歳の時に、こういうこと言われたんですよ。もうお前さ、って中学校も行ってないじゃんって。そうですね、つって。学歴ないの確定じゃんと。つって。でも、俺らみたいな、その社長も別に高卒なんで、要は、学歴が上流じゃない人は、人生において、要は、もしお金を稼ぐんだったら、2つしか選択肢ないぞって言われて、1つは自分で起業する。2つ目は、成長してる会社に乗る。これ以外は、その学歴がない俺たちが、この先の人生でお金を稼ぐっていうことは、この2つ以外できないよって言ったんですよ。
当初はね、なんとなくそういうもんなんだと思いましたけど、今身に染みて分かるのはそうですよ。そうですか。お金を稼ぐっていう概念だけでいくと、やっぱり学歴社会は残ってるわけですよね。学歴が全てではないんですよ。なんですけど、学歴があまりないってことは、普通に就職したら、多分、世間一般でいい会社には入れないわけですよ。現実としてあるわけですね。要は出来上がったいい会社には入れないんですよ。そしたらやっぱり、存続確率とか、年収レベルとか、やっぱ当然、20代前半の時は変わんないわけですよ。大企業に働いてる人と別に手取りも、そんなに。でも、どんどん、やっぱり差がついていくわけですよね。で、30になったらやっぱほとんど抜かれるわけですよ、もう。それなりの大学に行って、それなりの会社に入った人からしたら、その人たちの同水準とか、その人たちを超えて稼ぐんだったら、学歴ない人はさっきと2つしか方法がないよと。まさにそうだなって今思うんですよね。だとしたら、やっぱり転職考えてる人とか、これからそういうのを考えてる人に対しても、立派な職歴とかが学歴があるんだったら、そういうそれなりの会社に、世間一般的に言われるいい会社とか稼げる会社に転職できる可能性は高いと思うんで別に意味ないんですけど、そうじゃない人たちにとっては、自分でやるか、そうじゃなくて成長してる会社に乗らないと、さっき言った人たちを超えて稼ぐっていうことは多分無理なんで、だとしたら成長してる会社に入った方がいいと思うんですよね。成長する可能性がある会社に入らないと。それで稼げるのっていうのはやっぱり可能性としてもその2つしか方法ないと思う。一瞬フルコミッションの営業とかして稼げるかもしれないけど、結局稼ぎ続けるんだったら、今言った2つの選択肢なんですよ。じゃあどうやって成長する会社を見極めるんだっていう時に、成長する会社ってそもそもどれぐらいあるんですかって考えなきゃいけないんですよね。かなり確率の少ないですよ。数パーですよね。日本全体の企業からすると。それこそ、年商3億円を超えた時に、3年後に倍以上になってる会社何パーありますかとか、調べると大体数字出てくるわけですよ。ほんと少ないですよ。数パーですよね。その数パーの会社を見つけ出して入って、自分も置いてかれないように成長して、継続し続けるっていうことをやらないと、まっとうには稼ぎを超えられないので。なるほど。そういう意味ではそうですね、伸びる会社を見つけるっていうことは結構重要な選択ですよね。ありがとうございます。貴重なお話を。ポンコツかどうかは結果によるんですけど、とにかく倒産しちゃう可能性が高いとか、現状維持衰退が確率が高いとかっていう会社にあえて入る人はいないと思うので、そういう会社ではなくて、ちゃんと成長できそうな会社してる会社に入るために、どういうところを見ていけばいいかっていうんで参考していただければいいんじゃないかなと、今日の話はですね。はい。ありがとうございます。皆様からいただくいいねやコメントはいつも見ていて励みになっております。この動画が気に入った方は、いいねやコメントをお願いいたします。